おはようございます。今日も最高の一日になった。さあ、本日も幸せ心チャンネルの耳学ラジオやっていきましょう。本日のテーマは最短で影響力をつける方法。己を尊び人に及ぼす尊貴求人万人幸福のしおりの解釈動画となっております。あなたは影響力が欲しいですか？欲しいと思っているなら、まずやらないといけないことがあります。あなたは自分のことを大切にしていますか？あなたは自分の仕事を楽しんでいますか？そしてあなたは満たされていますか？ということで本日のポイント3つです。1、心の幸せのバケツ満たされていますか？ 2、自我、わがままを取り除こう。3、今日の話を実践すると得られる未来。ということで今日も万人幸福のしおりの一節を絵本作家心流にポップにライトにお伝えしていきますので、最後までぜひ聞いてみてください。もしこのお話がいいなとか少しでも共感していただいた方はグッドボタン、シェアしていただけると嬉しいです。あとこのお話にたどり着いた幸運なあなたはまた違うお話も聞いていただくと、あなたの人生やご家族、子育て、お金に対する悩みなどが解消でき、そして軽やかにうまく回り始めるお話がたくさん聞けますので、ぜひこの機会にチャンネル登録、ベルマーク設定もお願いいたします。それではスタートです。さあ、やっていきましょう。ポイントの1、心の幸せのバケツ満たされていますかということです。影響力と幸せのバケツ？はぁ？なんそれ？どういうつながりがあるんってね、今思われている方もおられるかもしれませんので、まずね、結論から言えば、自分の心が満たされてない状態では人を幸せにすることができないということになります。これが結論ですね。どういうことかというと、あなたが今影響力がある人のことを思い浮かべてみてください。誰かね、好きな人ね、あなたがこうなりたいと思っている人のことを思い浮かべてみてください。有名だから影響力があるという場合ももちろんあると思いますが、まずね、自分が満たされていて与える人に慣れている状態なのではないでしょうかね。あなたが好きなその影響力を持っている人はこういうことではないでしょうかね。この世にはギバーと言われる与える人とテイカー、つまり与えられる人とマッチャー、中間くらいの公平な人と3タイプに分かれるそうです。じゃあまずね、テイカーから見ていきましょうか。テイカーは常に多くを受け取ろうと行動し、自分がより有益になるように持っていき、相手が望んでいることよりも自分の利益を優先していくタイプ。テイカーの人は世の中を競争社会として見なしていることが多いようです。競争社会、つまりマウンティングの中で自分が他人よりも上にいたいという欲が強く、自分が上にいることイコール豊かさと考えている人が多いということです。これね、多くの人が知らず知らずのうちにやっている行動なのではないでしょうかね。あなたは思い当たる部分なかったですか？じゃあ次ね、マッチャーはギバーとテイカーのちょうど中間くらいね。常に公平という観念に基づいて行動します。相手から与えられなければ与えないし、相手から何かをしてもらったらこちらが恩を返すというタイプの人です。自らの行動から損益が出ないように自己防衛していくとのことです。じゃあ今回のテーマに当てはまるギバーはどうでしょうか？ギバーは他者を中心に捉え、相手が何を求めているかを注意深く考えるタイプの人を指します。与えることに対して見返りを期待することもなく手を差し伸べる、いわば奉仕する人ということですね。このギバーになるために最もね、必要なことは何だと思いますか？相手が何を求めているか察知できるぐらいの自分の状態が大切ですよね。自分が不幸な時に相手が何を求めているかなんてね、考えられませんもんね。だからこそ自分の心のバケツをいつも満たしておく必要があるということです。心のバケツの種類としては、
これはね、私の捉え方ですが、承認のバケツと幸せのバケツがあると捉えております。自分が幸せと感じているから相手のことを承認できるんじゃないですかね。相手を承認できるから相手の求めることが察知できるようになるってことじゃないんですかね。そこで今日のポイントの1番、あなたは心の幸せのバケツ満たされていますかにつながりましたね。これでね、影響力を持つのも高くするのもまずはですよ、自分の幸せのバケツ、すなわち大元ですねを満たしておかないと、何かちょっとした出来事でぐしゃっとね、一瞬で崩れていくことにもつながりかねません。わかりやすく例えるとですね、大きな木があるとしますよ。ね。大きな木の、その木の枝や葉っぱや実は立派なんだけど、その実はなるときはなるけれども、根がちょろちょろだったら、そうですよね。ぱったりこの木は倒れていきますよね。だけど根がぐわーっとですね、力強く生やしていたら、木が倒れないどころか、ずっといろんなところから栄養分を吸収し続けるってことじゃないですからね。なんとなくわかりました？この木の根のことを心の幸せのバケツと言っているんですね。ということは、この心の幸せのバケツを満たすことが最短で影響力を持つ方法ということになりませんか？ということで、次のポイントで心の幸せのバケツを満たす方法について解説していきますね。さあ、ポイントの2番、自我、わがままを取り除こうということです。まずね、先ほど言っていた心の幸せのバケツを満たす方法をお伝えしていきますね。その後ポイントの2につながっていきますから、楽しみにしていてください。心の幸せのバケツを満たす方法、それは笑顔で心にワイパーをかけていくという方法があります。どういうことかというと、何事も笑顔がないとうまくいきませんね。これね、絶対です。笑顔はみんないいと知ってるけども、なかなかできない。ね。だからうまくいかないんですよ。ね。何事も笑顔がないとうまくいきません。いいことは笑顔から始まっているというお話を前にしている回がありますので、今右上に出ているカードから聞いてみてくださいね。概要欄にもリンクを貼っておきます。話を戻します。まずはね、作り笑顔でも何でもいいので、笑顔で過ごし、心のワイパーね、をかけていくってことです。心のワイパーって何よって。ね。そんな単語聞いたことないですよね。心のワイパーとかね。心のワイパーとは、人生生きていたらいろんないいことから悪いこと、うまくいくとき、いかないときって来るじゃないですか。そしたらね、心がだんだんとね、疲弊してくるわけですよ。ね。そして心が汚れていくんですね。車も洗車した後はすがすがしい気分でね、ドライブしたりすると思うんですが、車をね、きれいに保とうと、きれいに乗ろうということを意識してても、だんだんとね、汚れてくるじゃないですか。ね。これね、車の窓ガラスも一緒で、窓ガラスも汚れてくるじゃないですか。で、窓ガラスが汚れたら、ワイパーかけますよね。そのワイパーかけなかったら、どんどん汚れて見えなくなって、視界が悪くなって、見えるはずのものが見えなくなり、事故を起こすんですよね。人生もこれと同じことが起きてるんですよ。みんなね、ワイパーかけないから、悪いことやうまくいかないように見える出来事がやってくるんですよ。ね、わかります？車はワイパーかけなさいと習ったんですよね。免許取るときに教習所でね、雨が降ってきたらね、ここの左のレバーを下にカチカチってやってね、ワイパーがこうカチャカチャカチャってなるんだよってね、こうしたら見えやすいよって習うんですよ。で、習ったからこれかけてるんですよね。視界が悪くなるからかけるんですよね。でも人生において心にワイパーかけましょうよとはね、誰にも教えてもらってないでしょ。心が疲れ、心が悪くなってきて汚れてきても、ワイパーかけなかったらですね、人生がうまくいかなくなってきたら憂い、落ち込み、気分が下がっていく。でもこのワイパーをかけないから
どんどん心がね、汚れていってるんですよ。ねえ。いいですか？もしかしたらね、この話をここまで聞いて、何が心のワイパーやってってね、ばっかじゃねえのって思われている方も中にはおられるかもしれませんね。だってね、これね、初めて聞くことですもんね。自分の信じたくないもの、見えないものに対しては、作り話という捉え方や、陰謀論という捉え方や、迷信などと、人はね、今まで自分の信念を覆されそうになると、本能で自分を守ろうとして、そういう反応になってしまうからね、仕方ないんですよね。でもね、これってすごくもったいないことだと思いません？例え話はよく分かったと。でも心のワイパー知らんと。ね。よし、今日も一喜一憂して生きようじゃないんですよね。例え話を聞いてね、お、その考え方いいねって。お、その捉え方いいねって思っていただいたら、思うだけ言うだけにはならずね、行動してみましょう。やった人にしかわからないんですよ。積み上げていった人にしかわからないこともね、出てくるんですよね。もし、よし、やってみようと思われた方は、次の方法を試してみてください。いいですか？心のワイパーのかけ方、今からお伝えしますよ。いつやるかというとですね、ご自身の今ある毎日繰り返すこと。例えば、毎朝トイレ掃除する人だったら、トイレ掃除の最中とか、朝ごはんを毎日食べる人だったら、朝ごはんの支度をしている最中とか、歯磨きをしている時とか、通勤中とか、運転中とか、歩いている時、何でもいいので、これをいかにですね、結びつけるかで、毎日の積み重ねる質が上がっていくということになります。すなわち、これがルーティーンワークですね。今言った中になかったら、ご自身が毎日これだけはやるって、絶対これだけはやるよねって、いうことに結びつけて毎日繰り返すんです。私はね、主にね、朝のトイレ掃除の時と、ちびちゃんたちを保育園に連れて行く時と、仕事に行く時、ちょっとね、駐車場が離れているので、そこまで歩いていく時とかにね、やっています。帰りのね、駐車場から家までももちろんやってますよ。ここでですね、次の言葉を唱えるというか、言うというかですね、次の言葉を唱える。いきますよ。ありがとう、感謝します、ついてる、嬉しい、楽しい、幸せ、愛します、許します、いいねとね、この9個。1、2、3、4の4拍の中で、1、2、3で言うんですよ。で、1、2、3で唱えて、4休みみたいな感じです。ね。もう一度やってみましょうか。ありがとう、感謝します、ついてる、休み、嬉しい、楽しい、幸せ、休み、愛します、許します、いいね、休み。これをですね、8回ぐらいで唱えるんですよね。例えば私のやり方としては、ありがとう、感謝します、ついてる、休み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 とですね、これを嬉しい、楽しい、幸せ、休みを8回繰り返し、愛します、許します、いいね、休みをこれ8回繰り返すと。これを朝のトイレ掃除の時、これを唱えながらですね、やってたり、ちびちゃんをね、保育園に連れて行く時、自転車を漕いでる時にですね、ちびちゃんたちと一緒に唱えてみたり、ね、駐車場まで行く時に、左足、右足、左足休み、左足、右足、左足休みみたいなね、感じでやってるんですよ。これだったらね、できそうな気がしません？ね。いやね、天才で頭がいいあなたなら絶対できますよ。私ができてるんだからね、もう絶対できます。いつでもいいんですよね。あ、今歩いてるなと思ったら唱えるんですよ。手は動かしているけど口は何もしてないなって気づいたらね、唱えるんですよね。これをしてるとポイントの2につながってくるわけです。自然に自我、わがままを取り除くことができるわけです。
心が汚れてきてもワイパーをかけることができるのですね。自我とは他人を鏡にして見る自分のことです。そしてわがままが出てくるということになります。他人という鏡に映った自分を見て、自我とかわがままの我っていう漢字がありますね。これ我って読みますが、その我を取り除くと、鏡から真ん中の我を取り除くと神になりますね。そう、神様っていうのはすべての人の心の中にいるということなんですね。これうまい話ですよね。鏡から他人という鏡に映った自分を見て我を取り除くと、鏡から我を取り除くと神になると。だから自分のことを大切にしないで、自分が満たされてない人、わがままな人には影響力なんかつくわけないということになります。ここでね、ちょっとね、万人幸福のしおりをね、引用させていただきますと、己を尊ぶ極は捧げるにある。ここに人を尊ぶと、己を尊ぶと、一如の絶対境が現れる。捧げ尽くして己がなくなったとき、一切が己となる。天地が己となる。人の喜びが誠の我が喜びである。世と共に喜び、人の悲しみを我が悲しみとする。小さな己は消え失せて、天地と共に生きる。不死永遠の絶対境であるということが書かれてあります。だからこそね、お金とか着るものばっかりね、大切にしないでね、自分を大切にしてください。人は働けば健康なんですから、どうにかしようとしてね、楽しようとか怠けようとしないでください。笑顔でね、明るい心で愛を持って過ごせば、自然にいろんなことに感謝ができるようになって自分が満たされていきますので、ご自身の心の中にね、もっとフォーカスしていきましょう。そしてね、あなたが今しているありがたいお仕事を楽しんで、喜んで、ワクワクしながらお客様を幸せにしてください。そして最後、言うだけ思うだけにならないように、今だけ金だけ自分だけにならないように、自我、わがままを出さないように、他人という鏡に映った自分を見て、我を取り除いて神になりましょう。私は提案するだけ。いいなと思うも思わないも、行動するもしないも、信じるも信じないも、あなた次第です。ポイントの3番いきます。今日の話を実践すると得られる未来です。今日の実践をまとめると、自分の心にワイパーかけていこうね。そして自分の心を満たすために笑顔で過ごして明るい心で愛に溢れていて喜んで働いて何にでも感謝していこうね。そして自分の自我、わがままを取り除いていこうねということでしたよね。そして得られる未来は、もうあなたの周りにはたくさんの人々があなたを応援し、もっともっと自分が役に立っていると感じ、人生が豊かになっていくという未来があなたを待っていますよ。その未来はすぐ手に入るんですか？いいえ、決して入りません。必ず時間がかかります。毎日毎日コツ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 地道な積み重ねをしていくものです。人生はテクニックではありません。もちろんね、テクニックを使う場面ももちろん出てくるでしょうが、そういうことじゃないんですよ。地道な積み重ねをしていくものです。ね、人生においての当たり前のことを当たり前にできて、それを積み上げていくということなんですよ。人を踏み台にしたり、人を蹴落として競争して得た名声があなたは嬉しいですか？それとも自分の個性を生かして人様に幸せを与え、自然に集まってきた信頼と感謝と愛で得たものと、どちらがあなたは嬉しいですか？これはね、あなたの選択ですから、私がどうこう言うものではありません。
だからこそね、あなたが決めるんですよ。あなたしか、あなたの人生は行動できないんですよ。そして、あなたしか、あなたの人生を積み上げていける人はいないということになります。私も今、修行の最中です。確実に、そして着実に私は、前の私から変化し、進化していってます。毎日楽しくてね、もうね、楽しくても鼻血が出そうなぐらいワクワクしてます。ぜひぜひね、おすすめの今日の実践、いいと思った方だけ行動してみてください。さあ、エンディングトークです。今日のお話はいかがだったでしょうか？この情報の捉え方はあなた次第です。いろんな捉え方があると思います。なのでね、共感していただいた部分だけ、ご自身の考えに取り入れていただければ嬉しいです。ただね、知識があるだけでは一個もね、役には立ちませんので、行動に移して初めて役に立ちますので、ぜひ行動して積み上げていってください。一緒に積み上げていきましょう。そしてね、ぜひ100回聞いてください。再生リストからかけ流しがおすすめです。今、右上にカードを表示させてあります。それでは今日も一日ナイスチョイス、ナイスチャレンジでいきましょう。はい、よろしく頼んでおきます。心でした。最後まで聞いてくれてありがとうございます。バイバイ。7兆円の参加に俺はなる。私は世界一自由に生きる人に必ずなります。